今日はスタジオの楽器指定生成シンセ生成の性能を調べていくよ。まず最初にスタジオの楽器指定生成、それの全体の仕様について解説するね。これまでに解説したボーカル、ドラム、FX は音楽的な役割がほぼ固定されている。ボーカルは基本的にメインメロディーを歌う。伴奏を担当するのはレアケースだね。逆にドラムや効果音はまず主役にならない。基本的には伴奏を担当する楽器になる。でもシンセは、いや大半の楽器は主役にも伴奏にもなることができる。じゃあシンセで生成した時のデータは主役と伴奏のどちらになるんだろうね。これはいろいろな条件によって決まるけど、特に重要なのがデータの参照範囲。参照範囲のことはエディットの名称に合わせてコンテキストと呼んで黄色の枠で示すよ。スタジオでは生成時に音を鳴らしている。すべての音を参照元として音を生成する。例えばボーカル以外をミュートしてボーカルだけの音が鳴る状態で生成すると、ボーカルの音だけを参照して音が生成される。これをコンテキスト、ボーカルと表現するね。じゃあこのコンテキストで生成がどう変わるか、早速シンセ生成で試してみようか。スタジオの中で夢を描いて音の波に乗り飛んでゆこう。体が勝手にリズムを刻む。スタジオの中で夢を描いて音の波に乗り飛んでゆこう。体が勝手にリズムを刻む。その中で夢を描いて音の波に乗り飛んでゆこう。体が勝手にリズムを刻む。ミュートオンオフによる参照範囲の変更、コンテキストによって生成結果は大きく変わるよ。基本的には参照元の音を模倣する。でも単純な模倣ではなく連想もするよ。先ほどの例でもベースの音を参照させたら直接的には関係ないギターの音が混じった。その音から連想される曲調や楽器、それも生成に影響を与えることがあるよ。それとコンテキストの効果量はボリュームの増減で調整できるよ。ボリュームを上げるほど模倣が強くなり、ボリュームを下げるほど模倣が弱くなるね。このコンテキストの使用の問題点は、元の曲と違うリズムやメロディーを作りにくいこと。既存の音を差し替えるのが目的ならリズムを真似てくれた方がいいんだけど、新たな音を追加するのが目的の時は既存の音の模倣ではないリズムを作りたいね。ということで次はコンテキストの模倣に逆らって別のリズムを作る方法を考えていくよ。これはスタイルで修正することができる。コンテキストの効果量はそれなりに強いけど、強いスタイルならコンテキストを無視して参照元とは違うメロディーやリズムを作れるよ。多少変則的なやり方にはなるけど、参照用の別データを用意する方法もある。どうやるのか実際に見ていこうか。元の曲とは違うリズムを作ってみるよ。スタジオで夢を見る。音の波に溺れてく。ここで時間。
参照元の曲データのリズムに生成結果は非常に強い影響を受ける。現在の曲と違うリズムを作りたいときはかなりいろいろな工夫が必要になってくるよ。特に今回やったのとは反対の生成になる。高速テンポの曲でスローな音を作るのは難しい。スローな曲をアップテンポにするのはさっきのようにリズムを足せば簡単だけど、アップテンポな曲をスローにするのはかなり複雑な設定が必要になってくるね。話を今日のテーマシンセ生成に戻すと、シンセ生成はかなりいろいろな変化ができる。細かいアルペジオによる伴奏やパッドのようなスローで長い音による伴奏、もちろんメインメロディーにも対応できる。参照元に合わせて自由自在に変化できるよ。しかしそれが実は欠点なんだ。あまりにも自由自在に変化しすぎてしまう。先ほどの例の通りスタイルが同じでも参照元によって全く別の音が生成されるから、このスタイルを入れるとこんな音になる。そう解説することができないんだよね。まああえて解説していくと、弱いスタイルは入れてもまず効果が消える。シンセの音を指定するスタイル、ソートゥースとかサインとかスクエアとかシンセブラスとかシンセベースとか、その手のスタイルはあまり効果が出ない。全く効果がないわけではないけど、コンテキストの効果にほぼ負けてしまうね。 EDM 系の音楽ジャンルをスタイルにすると、そのジャンルらしいリズムとメロディーを作れる。これは効果が強くコンテキストに勝てるので、音楽ジャンル名で生成するのが無難かな。まあいろいろと実例を聞いてみようか。適当に音楽ジャンル名を入れていくよ。スタジオの中で夢を描いて、音の波に乗り飛んでゆく。スタジオの中で夢を描いて、音の波に乗り飛んでゆく。スタジオの中で夢を描いて、音のこんな風にシンセで生成できる音は普通の生成とそんなに効果が変わらない。だから改めて解説する必要はないね。普段の生成と同じ感覚でやればいい。ただスタイルを入れるとどうしても特徴のある目立った音になりやすいから、動画の最初にやったようなスタイルなしの生成も有力な選択肢かな。それではシンセの解説は終わり。次回はベース生成でも解説しようかな。それじゃまたね。